長細いお菓子選手。内部コードもう覚えてない。羽のアイテムっていいよ。吹きすぎると結構暗く、めっちゃかっこいい。耐久性に優れるってこと文句言うなよ。残り少ないブルー配色なかなか。僕が店主になってお酒をやり直し。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。前回これにご地蔵がハマるように加工しましたね。どういうこと？パウチ何言ってんのっていう人はぜひ前回の動画見てきてください。でこれはライダー系のデラックスおもちゃ全般に言えることですけど、やっぱちっちゃくなってるんですよね、劇中よりも。だからやっぱ劇中のサイズにできるだけ近づけたいわけですよ。ということでここを長くするプラス、前回の動画で言いましたけど、ブラムブレイカーはおそらく鳥モチーフだろうというところから鳥の要素としてファルコンサモナー、これもねコメントをいただきました。ファンは多いですね、やっぱりね。すごい好きだっていう声届いてますよ。ありがとう。素敵だわ。でもともとついてたこのパーツにこの羽を利用してボーンと長くしたいなと思ってますので、まずこれ分解していこう。いやこれようやく使えるよ。いやーごめんなさいね。天カメの録画ボタン入れ忘れです。気をつけます。だから分解工程何にも取れてないっていうのに気づいたところからどうぞ。いやーちょっと待ってくれ。天カメのスイッチ入れ忘れてた。これの分解工程も全部取れてないわ。なのでちょっともう一回言うと開いた状態がこれです。でこうなってました。それ全部ビス外してこうして羽もこうなってたのを取りましたと。これが分解した状態。鳥の開きがこちらですね。で羽がこれですっていうので補足できてるかな。いやーファルコンサモナーの分解工程取れてないな。まあいいかしゃあないなこれはな。ごめんね、ごめんなさいね。で中身はこんなんですと。立派な基板が入っております。よし、羽が手に入りました。やっぱ羽のアイテムっていいよね。なんかいいロマンなんやろな多分な。同じ弓型の武器ブラムブレイカーとソニックアローの決定的な違いわかるかな。でソニックアローっていうのはこの状態でここが表面ですね。でもブラムブレイカーっていうのはこの状態なんですよ。だからこの状態でイメージしていくと。だから要はこうですね。この状態でイメージした時にこのパーツ普通にはめるとこういう向きです。ただこれは多分こうやって逆に設置した方がブラムブレイカーっぽくなるかなと思うので、こっちで付けていきたいと思います。このパーツは使うかどうか分かりません。これを両端にセットっていうのでこれを戻していきましょう。カバーパーツね、確認。よし、問題ないですね。じゃあこの状態でビス締めちゃいましょう。はい、今んとここんな形です。めっちゃかっこいいな。これ逆さにするだけで全然イメージちゃうやん。すげえなこれ。ちょっと向き変えるだけでこんなに違うのおもろいよね。でもこれ元のデザインがいいからやな。どっちもかっこいいってすごい。で忘れてたんだけど、ここもできるだけ短くしたいんですよね。だからここをちょっと切ってみよう。内部コードもう覚えてないけど、多分ここはなくて大丈夫でしょう。そっか、これを引っ張るためのスプリングが固定されてます。そっか、だからあんまり削ってあかんねんな。もうじゃあここまでにしとこう。これ出てんのはもう構造上仕方ないわ。いやでもなんかすっきりしたね。すっごいかっこいい。これやばいな。へえ、いいね。やっぱ改造こういうのからいろいろものづくり創作って進んでいっていいと思うよ。さて、それで、さっき言ったように、この向きが反対なんですよね。だから、ご地蔵は、こういう風にはめて、こうって、もうノールックの感じでやると思うんだけど、こっち側もちょっと目立たせたいよね。っていうことで、この鳥の顔つけれたら面白いんじゃないかなと思うのよ。っていうので、ちょっとこの辺切っていきましょう。なんかプラスチックが古いからかな、ちょっと切っただけでバキンって響くね。すごいわ、めっちゃ切りやすい。本当はニッパーで切った時にあんまパチンパチンいかない方が柔軟性があって耐久性に優れるってことで質はいいんだと思うのよ。折れた。もうええわ。でもこんだけパチパチ小気味いいと気持ちいいわ。よし、取れた。はい、顔。これをこの辺につけたらいいんじゃないかなと思って。これ前回の動画で言ってたこの説ね。鳥モチーフだと思うんですよ。勝手な解釈で。これを元に鳥っぽくしたいなと思うんだけど、やっぱフクロウモチーフに寄せた方がいいのかなという気もしながら、ファルコンの顔をグルーガンで貼り付ける。で、このパーツはもう外しちゃおうね。後でどっかに使うかもしれんけど。一旦外して、で、ここに羽をつけたいんですよ。こんな感じかな。どこが安定するんやろな。
この辺かな。ちょっとここはまるようにもろもろ調整しましょう。いいんじゃないかな。ここで止めちゃいましょう。ビスを打ちたいところにまずゴティングで穴を開けとくと簡単にビスが入ってくれます。これおすすめ。で、ここの出っ張りはなんか気持ち悪いので、これはもう外しちゃいます。はい。今のところこんな感じです。弓としてはね、非常にかっこいい形です。いいなぁ。感じやわー。さあ皆様、今週末5月24日土曜日、バーパウチという企画をやりまして、僕が店主になって皆様にお酒を振る舞うというね、これやってみたかったわけですよ。僕昔別チャンネルで乾杯ライブ配信っていうのを毎週金曜日にやってた時期があって、もしその時のパウチを知ってくれてる人がいたらそれを連想するかもしれないんだが、今回は生ですよ。配信じゃないの、生で同じ空間で一緒にお酒飲みましょうっていうね。僕はバーテンさんがいるポジションに立ってるんだけど、お酒は飲めるから一緒に乾杯とかしてね、なんか楽しい話できたらなと思います。で、場所は JR 荻窪駅の南口の真ん前、グローリアビルっていうとこがあって、多分入り口の前にチャミスルの緑色のでっかいカエルが座ってるわ。そこを目印に進んでもらって、地下に降りて、アイノンさんっていうバーがあります。黒い扉。でそこにバーパウチって貼っとくから、絶対わかると思う。飲み放題の料金については動画概要欄を見て確認してください。食べ物はね、ナッツとかそういう、ちょっとしたおつまみしかないから、基本的に何か食べたい人は持ち込んでほしい。だからこれ別の言い方すると、自分のおすすめお菓子とかおつまみとかを、その場のお客さん、カウンター8席ぐらいしかないんだけど、その少人数のお客さんに振る舞うチャンスなんですよ。どうこれ美味しいでしょ、食べてみて。そうでしょ、美味しい、これ僕大好きなんですよ、みたいなことを言ってみんなで楽しめるというね、素晴らしい。当日はカウンターに特撮らしくソフビを置いとこうかなというね、これソフビいっぱい入ってるんだけど、こういうのをちょこちょこカウンターに置いて、キャンドルなんかも立ててね、ちょっと雰囲気出そうかなと思ってますよ。17時から23時まで店開けてますので、ぜひ来てね。ほい、乾杯。さあ、これでここにね、釜への変形ギミックっていうのもつけていきたいなと思うんですけど、ちょっと欲張りすぎな気もするけど、やっぱこれはもうやっていかなあかんやろっていうことでね、あるアイテム新規投入します。これですよ。プラムブレイカーのこの部分っていうのはチェーンソーになってるんですね。もうライダーでチェーンソーアイテムといえばこれでしょう。ゾンビブレイカー、プラムブレイカーとのブレイカーつながりっていうのもありますから、これをここにねこれいいやろ、むちゃくちゃいいやろ。でこれをね、できるだけコンパクトにした状態でくっつけたいんですよ。なおかつこのポイズンチャージギミック、こんなうるさかったっけギューン言うて、ポイズンチャージギミックも残しときたいんですよ。っていうのでね、これかなり厳しい戦いになると思う。でもやっていきましょう。分解します。そうや、こんなんやった。カバーが外れんねん。そうや。で前、ジャマトのゾンビブレイカー作った時はなんかこんな感じで重ねて持ち手にしたんや。思い出した。そっか。このギアの分があるから、こんなに削れないのか。このまま行くか。でもちょっと長いねんな、これな。かといって削るわけにいかんしな。どうしよう。ここだけ都合よく使いたかったんけどな。だからこのポイズンチャージギミックを死なせれば、もうここ切っちゃっていいけど、それはもったいないよ、やっぱりね。いや、もうわからん。ギア周り削り落としてみよう。よいしょ。これでいいんじゃない？ちょっと出るけど、もうしゃあないわ、これはね。もうこれが限界でした。これでいこう。これを、ここにつけるんだけど、この、ポイズンチャージ用のね、これにくっつければ、もう自在にポイズンチャージできるんじゃない？自在にっておかしいか。別に自在にできるような、これでもな。でも好きなタイミングでできるんじゃ、気軽にですね、できるんじゃないかと。で、ここをビス止めして、こう、ぐるっと、こんな感じ。ちょっとくっつけてみよう。一回使ったグルーの塊は高温で溶かせばもう一回再利用できます。どうかな？こうかな？グルーガン？違うわ。ビスで止めて回転させるようにすんねんから、ここくっついたら、あかんやん。やっと気づいた。じゃあこの重量をビス一本で支えろって言ってんの？わかりやすくするとこういうことっすね。ビス止めしてもちゃんと動くか確認しながら止めます。はい、これでここにビスを1個仕込んだことによって、ここぐんと支えられるようになりました。そしてこの状態にすると、今度はここにへこみを作ってあるので、そこにビスがカチャッと入って、こっちも支えられるようになりましたと。もう釜モードと弓モードと両方変形ができると。これで上は OK なんですけど、さあここから下ですよ。こっちね、どうしようかなっていうので、最初はこれをレジンで複製して同じのをつけようと思ってたんです。でもコメントでね、なるほどやられた、痺れるなーっていうの来ました。ありがとうございます。
ガシャコンバグバイザー使ったらいいんじゃないのっつって。だってここチェーンソーやもん。そしてバグバイザーのブーに点々っていうのが入ってるんですよ。その共通点もあったし、紫だしって、これは塗装で色変えるけど、こっちも紫だ。両方紫だしね。もうこれ完璧でしょ。ほんで僕の大好きなグラファイトさんの意思を受け継げるみたいなところもあるし、個人的にね、胸熱なんですよ。これはね、使わにはいかんだろうっていうことで。これはもう変形ギミック必要ないので、まあこんな感じでビス止めしちゃえばいいかなっていうことで、ビス止めしたのが、くっつきましたー。左手で持って右手でこうやってってポイズンチャージの時にちょっと前出る感じいいでしょ。このギミックはかなりいいんだけど、これこういう形と、こういう形とに変形できるようにってやってみたんだけど、ずっとこれで固定でもいいような気がするんよね。こうやる必要あるかなっていうのはやっぱり思うね。なんかバランス的にもこっちの方が見えるかな、見えてる？上下のバランスこっちの方が形としては取れてるから、これでいいような気がすんのよね。まあちょっとわからんけど、一応変形ギミックはそのまましとくけどね。で、ここにご地蔵をはめたり、あとここになんやってもガシャッとも入るから、ちょっと長いタイプのお菓子。ノシーカとか、これビッグカツとか、ああいう平べったいタイプの。だから、他になんかあるかな？韓国海苔韓国海苔はお菓子じゃないか。おやつ軽食やけどお菓子ではないもんな。みたいなものもこう入れられると。デザインは割といいんじゃないかな。あとね、ここ、もっと長い方が多分弓感は出んのよ。でも、ここが長いとしても引っ張られるのはこの距離だけなんだけど、長い方が弓感は出るが、ブラムブレイカーのシルエットとは離れていってしまうからね。だからこれももうこんだけのもんかな。でも、ちょっとこれ割ってつけてみようか。余計なことかもしれんけど。元祖長浜屋か。取れた。粉落とし好きで別に、ただここに貼ってみたらどうかなと思って。でも割と良さそうよ。はい、こんな感じでちょっとここが伸びました。この距離じゃなくてここが伸びるというね、謎の改造してみましたけど、まあバランスは良くなったんじゃないかな。で、あとできればここになんかカップ型のプリンとかゼリーとか、ああいうのもつくようにしたいなという気持ちはあるけど、プロトタイプやからね、ここにつけるようにしてたけど、やっぱこっちの方がいいなってなって、もう一回開発してブラムブレイカーになったっていうストーリーでいいんじゃないかなと思うので、造形はこんなもんかな。よし、じゃあこっからね、ガラッと印象変わりますから、塗装ブース行きましょう。塗装ブースへは行かせません。このデザインはダメです。やり直し。やっぱりファルコンの顔を引き剥がします。どうしてもこのフクロウモチーフ、これに近づけたいと思っちゃったよね。だから全体のバランスも変えます。持ち手を延長、ゴティングでグリグリに穴開けて、ファルコンサモナーの引っ張るところの棒がちょうど良かったので、それを突っ込みます。で、ソニックアローの引っ張るところにも大穴をグリグリと開けて、これを今延長した棒に突っ込むと。もうこれだけで矢の延長ができました。で、前にもらった分解したゲネシスドライバーの荷重が溜まる部分でここを再現できないかなと思ってやってみます。多分貼り付けるだけでいけるだろうということで貼り付けたらバッチリですね。雰囲気出た。これはビス2本で固定で、グリップの片方を上につけて、なんとなくフクロウの頭をイメージしてます。で、そこにソニックアローの引っ張られるチューブを半分に切って、これをイルミナティフクロウの目と眉毛部分に見立てます。はい、まあフクロウと思えばフクロウって感じかな。プロトタイプやからね、こんなんでいいと思う。でもさっきの方が好きなんかな。みんなどうなんやろ。そしてついに塗装ブース行きました。まずは全体のイメージをつかむために紺色にしたいと思ったんですけど、紺色の塗料がない。そして青い塗料も残り少ないっていうことで、手持ちのブルー系で言うとメカトロウイヒゴの水色だけ何かフルでパンパンにあったんですよ。だからちょっとでも節約をと思って、まず水色にして、そこに残り少ないブルーと黒系を入れて紺色を作って乗せていこうかなと思って水色でやってるんですけど、これ結果としてあんまり意味なかったです。水色の上に結局がっつり紺色塗ることになるので、あんまり意味なかったですね。だからクリアブルーとか普通のブルーも混ぜて、なんとか紺色作って塗れたって感じですね。で、これもでかくても塗装工程全てをお見せすることは無理なので、まあ塗ってる映像とともに私の解説でお送りするという感じで、なんとなくの塗装のイメージ、こんな感じで塗ったんだなぐらいで見てもらえたら嬉しいなっていうところですかね。で、オレンジは普通のオレンジを吹いてます。これでもオレンジ吹いてからクリアオレンジも重ねましたね。そうすると色味がパッと明るくなったので、これでいこうと思って。で、あと黄色い部分はどっちかっていうと蛍光の黄色に近いようなレモンイエローというかね、かなり明るめの色なので、まず下地として白を吹いて、その上にクリアイエローですね。このクリアイエローも吹きすぎると結構暗くなっちゃうので、そこは気をつけました。これ配色なかなか難しいね。ブラムブレイカーと形を同じにしたわけじゃなくて、イメージを踏襲するみたいな感じでやったから、どの部分をどこに置き換えようかなっていうところでね、センス絞ったつもりですけど、いかがでしょうか。
はい、全体のカラーリングはこんなイメージになりました。完璧に一緒ではもちろんないけども、大体同じ感じっていうことで、プロトタイプにふさわしいカラーリングに仕上がったんじゃないかなということで、完成でーす。これでワンネスのアイデアで両方にええ感じのチェーンソーがついてね、これが一番の今回のお気に入り。ポイズンチャージ。はい。で、ギューンっていうね。いやー、いい。むちゃくちゃいい。こう、ポイズンチャージして、前に出る感じね。痛い攻撃できそうでしょ。で、ひっくり返すと弓モードと。僕ね、これ今回はね、鎌モードが好きかな。はい、本物と比べるとこんな感じ。みんな感想ちょうだいね。よろしく。あと、ここに入れる、こういうガシャットみたいな長細いお菓子選手権。コメント欄で開催。どうぞ。一応ハートはつけさせていただきます。あとね、お気に入りポイントではなくて、今回の逆に反省点ね。いや、反省点というか課題かな。もうこれ向き的にしゃあないねんけど、こっち裏側につけるようにしたでしょ。で、例えば前に幸香さんのほうきの時に作ったこのプッチンプリンごちそうなんていうのはちょうどいいと思うんですよ。このタイプがいまいちやったからカップタイプにしたっていうので、これもプロトタイプみたいなね。で、これをやっぱこっちにね、ガチャンとだからこの辺かな。ガチャンとつけてさ、サムネはだからここに合成でつけときます。サムネ詐欺じゃないからな、ここで言ってるからな。文句言うなよ。そうすると、ここ黄色く塗ったここも活かされたかな、どうかなっていうところですね。で、この開いた怖い状態でね、ここにつけておくという。そんなところですね。気に入ってもらえたら幸いです。今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや、僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作れて楽しいをもっともっと広めていくためには、ファンの皆さん、ワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ。これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい。